こんにちは。いつもビョールの動画、見てくださってありがとうございます。さとみです。今日は、ちょっと私の方から私の生い立ちについて、お話ししたいと思ってまして、っていうのは今後動画でビョールといろいろと、発信していくにあたって、まずやっぱりそれぞれ自分たちの生い立ち、家庭環境とかを話していく方が、今後私たちのそのメッセージとかを皆さんに汲み取ってもらいやすいかなということで、私の方から話したいのは主に、私の家庭環境、家族関係、過去と現在と、私が体験した、性的虐待、あと、今でも抱えている前も他の動画で話したと思うんですけど PTSD についてでこの話を私からしていくにあたって全部見終わってわからない部分とか、質問あればコメントしていただければお答えしたいと思います。であと、ちょっと心配なのが性犯罪についての描写とかちょっと詳しく私が自分で説明したりすることがあるかもしれないんですけど、そういうのを見ててちょっと、フラッシュバック起こしたりする方がいるかもしれないので、ちょっとそういうの心配な方はちょっとその部分飛ばして見てもらったり、ちょっと自分のコンディションを見て、日を改めて見ていただければと思います。じゃあまず最初に、私の家族関係からですね。私の家庭環境を大まかにお話しすると、まず私生まれてから子供時代はずっと母と姉と3人で暮らしていて、でちょっと母親とは40歳年離れてて、で姉とも20歳ぐらい年離れてるんですけど、っていうのは母はもともとホステス、若い時はホステスで、その後スナックのママとしてずっと働いていて、今は引退したんですけど、なので10歳まで、私が10歳ぐらいまでは母と姉と3人で暮らしていて、実質育ててくれたのはそういう夜の仕事をしている母に代わって姉でした。姉とは父親違いで、どちら母はどちらの父親とも未婚で、私はお父さんとは会ったことないんですけど、っていうのは私が生まれる前にもうその実の父親は母親を見捨ててもう消えてしまったんで、今からお話ししたいのが結構幼少期から、小学校4年生、10歳ぐらいから、中学校卒業するぐらいまでちょっと母親との関係がちょっと非常に難しかったので、その辺の話ですね。その当時、うちは母子家庭なんで、私が小学校4、5年生ぐらいの時にある日突然その当時、今も一緒にいるんですけど、母親の彼氏、スナックのママだったんで、もともとはお客さんですね。その人がもう自然にもう家に帰ってきて、で夕飯食べて帰ってっていう、そんな生活が始まったんですけど、その人はもう実は奥さんがいて、でも別居中なんで実質独身みたいな感じだったんで、うちに帰ってきて、帰ってきてというかただ生活の基盤支えてくれてたのは母曰く当時その人だったんで、その人の家も同然だったのかもしれないんですけど、ただ母はその男の人と彼とよく喧嘩して、結構口うるさい人だったりもう気性がちょっと荒い人だったんで、母はやっぱその人からストレスを受けて、私にも強い口調で結構接する日が増えてきたんですね。で例えばですけど、夜私が自分の部屋、寝室に入ったら
そのドアの向こうに私がいるって知っていながらも漫画本投げたりとかあととにかく小さなことでもうよく怒鳴る頻度がもう増えて、もう口調ももうふざけんなって言われたりとか、もう暴力的で、今思うと本当に些細なことなんですけど、やっぱその時ってやっぱ幼いんで、もう私が本当にいけないことをしてる、もう私の人格がおかしいみたいに思わされてましたね。でも幼いながらにそんなに自分が間違ってるって思ってなかったから、謝ったりとかしなかったんですけど、そんな、母親との関係が、母親の当たりが強くなるにつれて、私もやっぱりそういうの避けたいんで避けようとして、あまり喋らない、もう最低限口を聞かないようになってきたんですけど、今度はそれはそれでもうそれが気に入らなくってもうまた怒鳴ってきたりとか、どっちかっていうと精神的虐待ですよね、今思うと。子供なんでどこの家もそうなのかなっていうのは思ってたんですけど、今思うと正常ではない。で、あとこれは幼少期に限らず成人以降も続いたんですけど、うちちょっと日本で規模が結構大きい宗教を信仰してまして、私は信仰してないんですけど、家族が信仰していて、でその家の子供に生まれたんだからっていう理由でもう無理やりその仏壇の前にもう座らせて祈らせようとしたりとか、あと例えば私に何か良くないことがあるたびにお前が信仰しないからもう信仰をすれば良くなっていくみたいな感じで押し付けようとしたりとか、あとは一番その当時、今でも大人になった今でも影響があるって思うのが、結構子供の自尊感を下げる言葉ばかり投げる人だったんですね。で例えばその言葉の例として私と母を見捨てたその父親に似て里見は冷たいとか、あと物事に対してその研究心とか工夫がないし要領も悪い、あと私当時絵を描くことが好きだったんですけど、同じ絵ばっかり描いてそんなの塗り絵だってけなしてきたりとか、あと姉は素直だったのにお前はもう自分がこう言えばこうやってすぐに言い返してきてってちょっと嫌みったらしく言われたりとか、大体は人格とかの否定ですよね。でさっきも言ったんですけど、私がちょっとうまくいかないことがあったりするともう常にもう私がに原因があっておかしいから、人格の否定ですよね。そういうふうに思わせる言葉をよく浴びせられていて、であとはこれ結構虐待する人でありがちだと思うんですけど、例えば本人に原因があるのに私の性格に問題があるかのようになすりつけるっていうのも今振り返ると結構多くて、例えば、私からしたらもう母親の当たりが強いからもう口もできるだけ聞きたくないから黙ってるじゃないですか。ってなるとやっぱり他の家の親子はもう仲がいいのにもうあんたはもうそういう態度何なのっていう感じで、結局私に問題があって自分との親子関係が悪いかのような言い方をされることも多かったですね。今話してることは要は家庭環境というか母親からのDV、精神的な DV なんですけど、じゃあそれを受けて今の私どういう過程でその母親から DV されてると気づいて今に至るかっていうのをちょっとお話しすると、最初、小学生からもう本当一番ひどい時期、もう高校卒業するぐらいまではもう母親がとにかく嫌いで、もう本当に喋りたくないし、で、母が家にいないともう本当にほっとしてたっていうぐらいだったんですけど、やっぱそういう生活をしているうちにもう母親に何か言われているともう何も感じないように、やっぱもう怒りとかそういうのを感じないように努力というかもう無意識のうちになんですけど、だからもうネガティブなことがあった時も何も感じてないかのようにもう常に同じ顔で無表情で振る舞う癖が
多分ついたのってその頃からかな。しかももう1年でも2年でもなくもう長年にかけてなんで、姉のことはもう当時から好きだったはずなんですけど、もう姉の前でさえ、もう姉の前というかもう家族に興味がないかのようにもう振る舞ってしまってたんじゃないかなって思います。もう一番ひどい時はもうこの人がもうもしも死んでくれた方が楽なんじゃないかってこうふと思ってしまったことがあって、それが中学生の時だったかな。まあ自尊感をやっぱり下げる言葉をずっと浴びせられてて、でまあそれが自分だってやっぱ思い込んでしまってたんで、なんでまあビョルと知り合うまで本当に自分の長所とかも一つも言えなかったし分からなかったし、もうないものだと思って生きてきたんで、でまあ、さっきもお話ししたように姉のことは大好きだったんですけど、やっぱりちょっと中立的な立場だったんで、やっぱ母親との関係が大変な時、やっぱ別に暮らしている姉の家に逃げたりとかはしてたんですけど、やっぱり完全には頼れないというか、まあただ今思うとやっぱ姉も幼少期にやっぱそういう母親に育てられて、まあ苦しかったというか、やっぱおかしくなったりとかあったと思うんですよね。だからまあ私は姉についてはもう傍観してたとかっていうふうには思ってなくて、本当に今でも大好きだし、まあ同じ被害者なんじゃないかなって思ってます。ただまあそんな親子関係だったんですけど、姉の離婚を機にまた家族で住むように、みんなで住むようになって、まあ姉と甥っ子がいるからまあちょっとクッションがあるというか、それでまあ変な喧嘩とかは減ったし、でまあビョルと付き合って、ビョルと同棲して離れて生活するようになって、まあ結構親子関係が楽になったんですよね。こういざこざがないというか。でさらにそこから海外に一緒にビョルと出ると決めた時から私の心境にかなり変化が起きて、それが罪悪感。やっぱりまあさっきもお話ししたように、40歳も離れてるんで、やっぱり自然と別れは早いじゃないですか。ってなると海外に出ても会えない、会えないというか会えることは少なくなるって思った時に、そこから過去の親子関係を振り返るようになったんですけど、その時にやっぱり母親がもう不安定で自分に強く当たってきたのって、結局やっぱ私が冷たくしていたからで、私が理解する姿勢を見せなかったから、寂しかったからそうだったんじゃないかと思うようになって、でもその後悔に、もう海外に出るって決めてから出てもう何年間ずっとその後悔に縛られてて、もう心がこう燃えるような苦しさで、その時も人間が持つ感情の中で一番苦しいのって後悔なんじゃないかと思うぐらい、もう焼けるような感じでした。なんでオーストラリアからもたまに電話したりとか、誕生日とか母の日にも手紙送ったりとかしてて、もうできる最善の努力、なんか遅いかもしれないけどって、気休めかもしれないけどって思ってて、でもやっぱり何か伝えたくて、それにやっぱりその時にやっぱ罪悪感を持ったりとか、やっぱり本当は親子で嫌いなわけないし、ずっと私は本当愛されてたはずだし、自分も愛してたはずなのにって思ったのには一つ理由があって、それが姉と年が離れてるんですけど、やっぱ私が生まれた時にも姉も母もすごく喜んでくれたってよく聞いてて、でも母親は特にもう里美が生まれてから本当に幸せだったっていうのをたまに言ってくれてたりとか、手紙に書いてくれてたこととかもあったんで、やっぱり母との辛い
時間を思い出しても、やっぱりその言葉だけは絶対本当だってもう固く信じてて、もうほんとそれだけを思って、やっぱりお母さんだって思ってたんですけど、でもそれ、そこまでがやっぱり私が罪悪感を持って親子関係を修復しようとした話なんですけど、海外に出て2年ぐらいしてから一時帰国した時に、その一時帰国がきっかけで母親と絶縁することになるんですけど、その急にって思うかもしれないんですけど、そのきっかけが、大きく2つに分かれていて、そのきっかけの一つが、日本でまだ海外に出る前に私が居酒屋で働いてたけど、セクハラされてちょっと精神的にかなり病んで辞めたことがあったんですね。で母親にもそのことちょっと伝えたんですよ。もう性的に見られていて、もうそこでは働いていられないって。にもかかわらず、ちょっと母がその居酒屋の元雇い主に、娘がお世話になってましたって言いながら2回も差し入れ持ってったりとかしていて、私が知らないところで。でそれについて私はなんでそんなことしたのみたいに、私も姉も言ったら、でも里美がお世話になったじゃないみたいな感じで言われて、もうそれ聞いた時、特に2回目、1回目はなんか多分状況ちょっと分かってなかったのかなって思って流してたんですけど、2回目にも私が散々辛い胸の内を話した後も同じことしたって聞いても、時間が止まるような感覚、なんかもう心がなんか罪悪感で燃えてたのにもなんか凍るような感覚がして、っていうのが結構絶縁のきっかけに影響する一つで、もう一つがビョルが関わってくるんですけど、私さっきもお話ししたように母親のせいで自尊感も低くて、もう自分の人間性も否定しててっていう感じだったのに、ビョルはそんな私をもうずっと支えて助けてくれてて、でもちろん私の過去の生い立ちも知ってるから、やっぱり私とその母や姉との関係をもうより良くしようと、壁がないようにしてくれようと努力してくれてたんですよ。夜はすごくやっぱり私は本当はこういうことを辛く思ってるとかでにもかかわらず、母親が急になんかビョルのことが嫌いだって言い出してでその嫌いだって言った理由が何かっていうと、言ってしまえばうちの母も物理的な暴力はないとしても結構言葉の暴力とかひどい人だったから、虐待者と言えるって私は思ってますし、でビョルの父親もビョルに結構暴力振るう人でっていう中で、ビョルがうちの母の前で、私その時いなかったんですけど、なんか自分の本人の父親についてちょっとビョルの父親について悪く言ったみたいで、でもそれを聞いてうちの母がなんかもう父親のことを悪く言うなんて、あんな言い方するなんて信じられないって言って、もうまるでもう私自身のこと言われてるみたいだわって感じで、もう夜嫌いっていう感じですごい私に対して当たってきたことがあって、でもさっき言ったようにもう私からしたらもう母親がもうあなたが私のもう精神とかもう自尊感も下げてこんな風にして、それを後から知り合ったビョルがこんなに私に自信つけてくれたりとかしたのに、そのビョルに対して、しかもビョルが受けてた虐待とかそういう立場考えずに、自分がなんかその悪く言われてるように聞こえたからっていう理由でその怒る、伝わりますかね、その状況そのなんか身勝手さっていうか自己中心的っていうか、なんか歪んだ自己愛っていう風に聞こえて、でも私がその時信じてた母親からのも
かすかに信じた愛情とかもそういう言葉とかも全部崩れて、もう理性が初めて飛んだ瞬間、私見ての通りも表情もそんなにないし、怒鳴ったりとか普段全然ないんですけど、もうなんて言ったか覚えてないですね。もうただ声を荒げて、もうお前はもうあんたなんかもう親じゃないし、もうあんたみたいな女がいるから、もうなんか同じ女性たちもおかしくなるし、社会もおかしくなるんだって感じで言って、でももうこんな家出ていくって言って、でも夜にももうね、あんな女に顔合わせる必要はないっつって、も恥ずかしいからって言って、だからもうそこからその日から出てったわけなんですけど、だから一時帰国して本当は最後まで実家にいるつもりだったんですけども、途中でホテル取ったりしてビルと家族と別々にもう過ごして、姉は空港に最後見送りに来てくれてたけど、泣いてましたね。正直母親との喧嘩の状況はもうなんかもう声荒げてカロリー消費したぐらいにしか覚えてないけど、その時の姉の泣いてる顔だけ忘れられないかな。っていうので家族関係終わってますね。終わってるっていうか、そこまでが家族関係でお話できることかな。でも何度も言ってますけど、私お姉ちゃんのもうほんとシスコンでお姉ちゃんのことも大好きだし、もっと会いたいし、育ててくれたことすごい感謝してるんですけど、やっぱり母との関係で、そういうのを理由に私が家族を避けるようになって、で姉との時間を大切にできなかったこととか、やっぱそれは今でも後悔してるし、でさっきも軽く触れたけど、姉も母からの、精神的虐待の被害者だった私は思ってるから、何かやっぱ姉もその感情をやっぱ抑えてたりとか、やっぱそういう本人ももちろん知らないうちに無意識に抑えたりとか、やっぱそういうのが見え隠れしてるし、別に姉が不幸だとか思ってないけど、だから今家族のことで気がかりなのは姉ですね。本当にだって感情がなくて、ただ私にも興味なくて母親とのそういう関係とか傍観するような人だったら、多分私と母親が絶縁した後に空港まで来て泣いてくれたりしないと思うんで、そんな感じです。